お兄さんを書いてるので、別に11ではありません。あちあちです。皆さん、僕の残業その場でどうするんですか。俺たちの全然止まらないか。今日なんかさ全然寝れなくて睡眠不足。耐久配信を始めて23日目、さやです。嘘つくねにしては元気です。引き続き、はい、夏目さんちはこのインクを使っていきたいと思いますよ。はい、デイ2ということで、今日は企画もやっていくんですが、はいまだ開始の1枚はしっかり書いて、その後企画に入っていこうかなというわけです。いう予定でいきましょうか。本日ですね、僕もう一回ちゃんと書きたいなと思っていたトラフィックライトレディ書きます。いきます。じゃあ行きましょう。さやさんのやつもちょっと懐かしの絵をねリメイクしてきたんですけど、やっぱさ、制限時間30分用意ドンみたいな感じで書くやつあるじゃん。あの時書いちゃったけどもう一回ちゃんと書きたいなみたいなやつってあるんだよね。すごいいっぱいあるよ。その発想だけ好きみたいなやつ。あ、そうそうそうもう一度ちょっと書かせてくれよみたいなやつがあって、ここぞとばかりに書きます。どうしたの？さやさん左から書けるからっていうコメントをいただいて、あー、右から書いちゃった。また本日も右から着手してしまいました。じゃあなんだよな、目を描くのがさ、やっぱさ人生楽しい。すごい左から書いてる。えらっね。びっくりした。そうだよ、ここ書きたい気持ちを抑えてここから書くんだから。大人ゲンさん大人なんだから、何も言わずにここから書き始める。大人すぎる。大人ムーブ。この子が一体どこから来たのかわかるかな。ここは一発で分かりました。ねえ、ゲイさん、おおってなった。そう。お、すごい分かってる方いる。そうです、伯爵です。あの時はなんかさ、本当は伯爵家の子がいて、その子とそっくりさんが入れ替わってるみたいな。あー、そんな話だった。そうだそうだ。設定をさ話してた。言ってたね。もう乗っ取ってるこれ。椿工事家乗っ取った。乗っ取ってるですわよ。おビンターバトル続きやりたいんだよな、めちゃそうめちゃ。すごいやりたい。あ、赤ちゃん泣いてない？泣いてる。めっちゃ雷。雷鳴ってる。うちの子が泣いたら雷が鳴ってる。何らかの能力者でなかろうか。うわでもそのタイプの能力持つとな、葛藤が生まれるから、うんそういうタイプの主人公にはなってほしくないな。苦労しちゃう。あ、ねえどうしよはい。う。また右から書いちゃった。シャイさん一回さ、考えて書けばいいんじゃない？普通のことを言われた。めっちゃ正論に言われた。全然関係ない話なんだけどさ、ある日、はい、森の中ってさ、歌あるじゃないですか、有名な。お嬢さんお待ちなさい、白い貝殻の小さなイヤリング。どうした？あらくまさんありがとう、お礼に踊りましょうって。そうはならんやろって思わん？そんなん同様にそういうこと言っちゃいけないから。大概そうはならん。でもさ、白い貝殻のイヤリングってさ、ちょっとストーリーあると思ってて、タイトル森のくまさんだよ、森なんだよ、なのに貝殻のイヤリングなの、文明レベル的にちょっとさ、中世ヨーロッパ的なさ風景が思い浮かんで、かつ海のものってなんかあんまりこう手に入らない。もしかしてあれかもしれないよ。ガオー食べちゃうぞ、ガオー。この白い貝殻のイヤリングは、これはあの方、本当はね、血筋のあのお方、それで助かったのかかもしれない。そう、本来だったら襲われちゃってたかもしれないけど、そうクマさんとエンカウントしてさ、あらクマさんありがとうとはならんのよ。いや、そうならんのよ。でも助かってるし、しかもなんかクマさん側もなんか大変好意的なわけ。そういうことで、やっぱりあの貝殻には何かが隠されている。僕は昔からそう踏んでいた。何の話や？それは本当。あ、実はクマという愛称の人？話変わってきた、話変わってきた。そういうクマさんね。クマ耳あちあちお兄さん、また話が変わってきたぞ。もうええね。2点3点するぞこれは。どんでん返しや。どんでん返しすぎるだろ。そんな2点3点どんでん返しのクマ耳あちあちお兄さんどうでもいいんだよ。やっぱり森のくまさん考察チャンネルとしてはこの話題は外せない。トピックス狭すぎる。一生語ってるんだ。それだけをコンテンツとしてお届けしている。いやもうそんなことは置いといて、本当に置いといてほしかった。本当に置いといてほしい。すごい尺使ったもん。今回トラフィックライトレディどんどん書いていきますが、1個忘れてたことがあって、トラフィックライトレディちゃんってリボンつけてたっぽいんだよね。
あーデカレボンちゃん。そう、んうん、デカリボンついてたの忘れてたから、またいつか描きますね、この子は。いやそうですね、ぜひいつか描きたい、ちょっとセクシーになったからね。そう、ちょっとね、人間の形を取り戻してるというか、徐々に。そう逆なんです。徐々に取り戻してるんじゃないんです。これまだ以前描いたトラフィックライトレディちゃんよりまだ人間の様子を保っているだけです。あ、同一人物だったんだ。はい、同一人物かもしれません、ね。またなんかストーリーが。いや、もしかしたらトラフィックライトレディ族かもしれない。あ、族。そういうこれでも楽しいよ。今回下書きを、これこそ僕がいつもやりたい下書きというか、あんまり書くところを指定しとかない下書きですね。すごいね。だって手の先とかさ、この袖から先さ、下書きなかったもんね。ないそういうところに書くのがやっぱ一番楽しいな、すごい。あとなんかちゃんと左上から書けるのもすごい。毎回感心される、そこ。いやもう本当に基礎的なところがすごいなと思って。これ書いてる時のゲンさんさ、顔とかさじゃないさ、左上のこのお手手のさ、下書いててさ、よくそんなメインディッシュさ残してさ、書けるなと思って。でも僕唐揚げ弁当食べる時ちゃんと副菜からいや食べてるもん。いやそれと一緒だよ。それができる人だから僕。すごい。見てさやさんのこの顔から顔終わってなんかもうふうみたいな、ね、なんかね、すごい取り留めもない順番で始めてるもんね、さやさんね。はい、もうさやさんもうね、好きなところから始めて、で後から後悔して、ではい乾いたところで書けそうなところから始めるっていう計画性のなさで、はい、さやさんもね以前書いたそうね、伯爵くんね。そう、鉛筆の伯爵くんを、新しくそう書き直してるのかな。書き直してるんだね、これ。これ後ろのウサギは何これ。何？まあ聞いたのが間違いだった。すごい見てるけどね、こちらを。すっごいじっと見てるね、こっちで。これコメント欄でさ、さやさんうさぎさんのリボン書き忘れてますよっていろんな方に言っていただいたんだけど、全然見つけられなくて、また皆さんたらとかって思ったんだけど、ご覧ください。見える？ね、左のお耳のね、下に巻いてあるリボンの下だけね、線が右下だけ線入れてないんだ。そう入ってなくて、これをこう皆さんがねすごいコメント欄でずっと教えてくれてたんだ。そうだけどさやさんは一生見つけられなかったので、ここ引いてあった瞬間にさやさんたどり着けたんだなってぜひ思っていただければよく見てて気づくよね。いやすごい本当にサイゼの間違い探しぐらいのところだよね。ほら本当に入ったみんなありがとうありがとうございます。さあ、徐々に完成に向かっていって、はい、今回の膝枠です、今回の膝担当のそろそろあれしようかな、図解見せようかな。どれくらいインクライか。今ね、現在ね、現在のちょっと待って、今見ていきます。もう横から見えるかわいそうな人。かわいそう。ゲンさんの中の AI がここにインクがあるってここに素振りしちゃったじゃねえか。瓶がこうあるとしたら、今こんぐらいです。すごい。今マジこんぐらい。完全にこれは見えてますね、終わりが。言うてでもさやさんも上から見てるから正確ではないよね。正確じゃないと思う。実際どうなるかちょっとまだわからない状況。もうちょっと少ないかもしれない、もしかしたら。いや、今日終わるぞこれ。こんなところですかね。わあ、終わってる。本日の1枚目。インクに余裕があったらちょっとベタを入れたりしたかったなっていう気持ちはありつつ、一旦ベタはなしでいってます。終わり。私が好きな絶対領域の話していいですか？始まったね。なんか待っててください。すごい時間をみんなに待たすんだね。なんかさ、すごいあっちに行ってなんかいそいそと持ってきたね。これほら絵描くときにさ使う。これ本当は手袋が良かったんだけど、ちょっと今これしか手袋なくて。スーツがあってこうのここ好き。わかる？待ってもう一回言って。これ手袋をしてるキャラクターだとして、こうなってて。こうスーツのところ手袋キャラのここね見えた肌ね。そうこの辺がだからチラッとするやつ。そうあとこの辺の骨とかさ。そういやダメでほら見たらわかるってなってる。素晴らしい、ありがとうございます。早っチャット欄早すぎておもろい。というわけで謎の説明が入りましたけど、じゃあ最後も終わりでいいか。一旦終わりでいいかな、わかんない。一旦じゃあ区切り大体続けてもいいけど次にね一旦区切りというわけで、この後じゃあね企画タイムに行こうかなと。さあということでいきます。そろそろこれつけペンをつけるのがもう真上からこうやるともうほぼ先ちょんぐらいしかつかなくて、先ちょんになってしまって、そうなかなか書くのに時間がかかるぞというところなので、今回こちらを用意しました。ボンかまぼこです。
びっくりするな、ここからかまぼこ出てきたな。こちら、はいでででででん、開けられる。見てくださいよこわあ素敵。れ。ほら素敵な万年筆をすっごい木の匂いする。こういう感じでなっててさ、これ1本6800円とか、わあ結構いいお値段だわ。そこそこちゃんとしてます。ねえ、私さ万年筆って初めて触るからさ、仕組みがあまりよく分かってんだよな。こういうやつ、これでチュッて吸えんの、こうやってあ、へえ。あ、そういうことなんだ。か専用のカートリッジもあったんだよね。ついてきてはいたんだけど、んうんうん、そのカートリッジを使うと別にこのインク関係ないので、あただ僕もやったことないから、このチュッてやつを失敗したら台無しなことになるからどうしようって今怖くなってるところで、これさペン先つけたまま吸うのが正しい？もしかして。あ、万年筆の先から吸うのか。危ねえ、こっから吸おうとしてた今。危ねちょっと待って、怖い。怖い。ちょっと待って、有識者に一回確認取ろう。え。うん。取説持ってこようか。はい、というわけで万年筆の準備が整いました。できましたで、何するかというと、今からですね、制限時間1時間以内にここに適当にコマを割って漫画を描いてください。イエーイ。ただしセリフは書かないでください。何？わかりますか？かしこまりました。そういうことです。もしかしてそのセリフを入れるのは私だったか。と、俺だ。コマを書いて、はい、セリフは空白にしといてください。はい。適当漫画を描いて適当に投げそうて、で相手がセリフを入れて苦しむっていう動画です。きっとゲンさんはさやさんが描いた適当な漫画をとっても面白くしてくれるに違いないっていう、丸だけ来たイエーイ交換漫画交換漫画っていうのがね、まあ頑張りますか。交換中身スカスカ漫画ということです。はい。てなわけで、行きましょう。好き放題コマを割っていいわけです。そうだよ。いきます。よーいスタート。どうしようかな。恋愛漫画描こう。ほら見て、壁ドンしてるとこ描いちゃおう。俺吹き出しクソでかくしよう。10行ぐらいいけるぐらい。実際漫画にした時のサイズを考えてくれないと困っちゃうよね。困っちゃうよね。すごい。ゲンさん絶対冒頭四角の語りから始まるでしょって言ったら、もうね四角描いてる。未来人がいたぞ。この四角をね、さやがどう埋めてくれるかね、気になるからさ。楽しいね。投げてもいいんだって思うのが一番楽しい。ゲンさんを困らせることがやっぱりさ、さやの本分だからさ。本当にさ、ゲンさんを困らせたい一心だからさ、パッと見ストーリーっぽくできるようにしといてみたいなこと考えてないっていう。ないね。僕もないよ別に。なんでそういうことするの？全くない。なんで人のこと考えられないから、ゲンちゃんは。奥さんでしょ？下書き下町にいるガキ下書き追い出した方がいい。あ、お腹空いてきたかも。チョコ栄養感食べよう。食べたい。カロリー取ります。考えるのに脳みそにやっぱりね、糖を入れないとすんごいな。なんか極厚。すごい。いただきます。すごい。なんかすごい。めっちゃチョコの匂いする。うまっ。ちゃんと羊羹だ。面白い。こんなに感じるのに190キロから一気に取っちゃうんだね。じゃあもう僕はガンガン書いていきます。これゲンさん困るだろうな。困るんだ、ゲンさん。すごく困ると思う。私だったら切れ散らかす。でもこれをゲンさんナイズした物語になるのがすごい楽しみ。買いかぶるのね、ことあんまり。で、前髪切りすぎたさやさん。何書いてんねん。万年筆ってかっこいいよな。でもね、かっこいいけど慣れるまで多分ちょっと慣れるまで必要かも。さっきまでずっとつけペンでさ、つけて書いてたからさ、なんかずっと書き続けられるなんか不思議な気持ち。確かに。まあでも今入れた分でどれぐらい書けるんだろうね。インク効率よってなってしまうかも。もう即興に書いてるからさ、ちゃんとした内容でセリフが出せるようなものが書けるわけないよね。だからさや頑張れって感じ。ゲンさんがそんなこと言うからさ、俺だって自分が考えうる限り最高によくわかんないもの書いたよ。困っちゃう。でもさ、キャッチボールってそういうもんだろ。そうかな。冒頭を投げないようにするのが一応キャッチボールのあれじゃないですか。相手のことを考えないで。相手のこと考えよう。つけペンく。わ、なんかコンコン来たよ。コンコンだ。あれ大判焼きです。何味が出るかな。いただきます。あんこ美味しい。ありがとうございます。言ったものが具現化するんですかって言ったものが具現化するハウスなんですかって言われてますよ。わー、ありがとう。さよなら。あっという間に帰っていく。
再開します。よし行くぜ。それにさやがどんなセリフ入れてくれるのか楽しみになって。うるさい。びっくりするぐらいうるさかった今。今ちゃんと会話しようと思ったの聞こえた？聞こえないよ。なんつった？さやが楽しみ、さやがセリフ入れてくれるの楽しみだなって言うから、さやもって言ったんだ今。なんだ聞こえた？聞こえないよ。あと7分。ベタまで行きたかった。ベタまで行きたかった。ベタまでさせてほしいな。ベタっていうのはもしかしてこの瓶の中のインクを使ってベタを塗るというこそうとですか？そういうことです。それはとどめという意味ではないでしょうか？そんなにがっつりしたベタじゃないからさ。それって個人の見解によるんじゃないですか？めんどくさ。ごめん、間に合わないわもう。終わっちゃった。ちょっとベタだけやりたいんだけど、これベタの時間ってもらえたりしない？無理か。無理だね。ごめんね。じゃあさやさんが大判焼き食べてる間だけやってていい？なんで？どうこれ？いいよ。よし、じゃあカスタードクリーム引けなかったら即終了配信。なんで終わっちゃうじゃん、大体。いけだー。カスタードを感じろ。オープンザプレイス。これはもしやクレームシチュいいね。ー。あれカスタード引いたら即終了だった？うん、言った。だから終わんなかったよかった。あれカスタじゃなードじゃなかったらってかったら即終了配信になってた。嘘終わった。だからじゃあ終わっちゃった。今クリームチーズだった。ほら。お疲れ様でした。てれれれれれれ終わったんかい。耐久配信の終わり方がカスタードチャレンジなのはおもろい。確かに。おもろくないだろ全然関係ない。ひどいよもう。はい、ということで、なんやかんや1時間ちょい過ぎましたが、はい適当に書いた漫画完成しました。てるせーの、ドンドン。なんだこすごくないれ。ゲンさん。なんだこれ。なんかすごい作画あるよ。うん絵だね、もまあなんか僕の方はう。うん。よくわかんないよね。だってよくわかんないものを書いてもらうって企画だもんね。逆に知らないやつが分かると思ってたかよくわかんないよね。何これ。何この企画。何これってどっちもむずいんじゃない？うん多分だけど。さあ、交換しようじゃありませんか。待って、さやの方何これ？何このウサギ？許しがたいんだけど。なんかちょっとね、あまりになんかこう刺激的、暴力的なコマを入れてしまったよね。僕一応ね、自分の中ではあるんだよね、正解が。でも別に正解は発表しないんですけど、今回はさやさんが何を書いてくれるのかっていうのはシンプルに楽しみ。まあ要はだって今からネーム書くってことでしょ？うん。意味わかんないけど。うん、じゃあ制限時間10分間でここにセリフを入れてください。はい。よーいスタート。でもこれはゲンさんが考えているセリフを当てるんじゃなくて、いやそうだよ。そもそもさやがもともと考えているセリフを当てるっていう、はいもしその前提があるとしたら、うん。もう成り立ってないからね。どういうこさやさんはと？セリフを考えてない。これについて。出た。出た。ちなみにインクまだありまうん、す。ちなみにこのセリフを考えている間はなんとびっくり。インクが消費されません。すごーい。文字書くんでめっちゃ黙りますね。ペイペイペイペちょっと待ってねイ。どうだい？ OK ですか？いいよー。いきますちょっと待ってね。じゃあどっちからいきますか？ちょっと怖いからさ、さやさんからでいい？あ、いいよ全然。予防線張るわ。すごい予防線合ってる。うん、いきます。はい、じゃあまずは僕が適当に1時間で書いた謎の漫画のコマのセリフにさやが入れたバージョン。はい。こちらです。せーの、ドン。うわ、見えな。じゃあお願いします。いきます。夏休み4日目。令和の夏やばすぎ。絵日記のためにこんなとこまで来たけどなんもねー。インスタでマンバズ狙おう。何百年前の話してんだよ。バズも何も SNS には AI しかいないんだからバズるに決まってんでしょ。強くある。心を乱すな。何これ？ポストアポカリプスインスタ映え女子？これ令和だからね。あ、でも令和か。そう、令和で令和の夏って言ってる。あ、確かに令和こうなっちゃったんだ。令和だってこんなもんでしょ、だって今。しかもこの子声高いんだ意外とね。インスタすごいちゃんと分かってんだ。そうでもインスタでも何百年前の話そうだよね。インスタで何百年前なのに令和って言ってんの？これどこマルチバースじゃん。そう令和500年とかの時代で。そういうことね。令和がじゃあ終わんなかったんだ。そう、令和が終わらないってことです。つまりそういうことか。ジャパンですよ。インプレゾンビが多いからバズりやすいってこと？ああ、そういうことか。そういうこと？やばいやばい。あるな。そこまで考えてなかったのに。はい。でもいいなこれ。この子が普通に女子高生っぽいことやってるけど世界が滅びてる感じめあ、っちゃいい。そうそう。で SNS はもう機能してません。いでもインスタとか行っちゃうんだこいつはね。や、そう、こいつは置いて帰ってるから。置いて帰ってんだ時代ね。ちなみにこの子たちねどこから出てきてるかっていうと女の子の服の中からいっぱい出てきてますこいつら。あ、そうなんだ。はスカートの中からなんか出てるなとは思ったんだけど。これこいつらっていうどうでもいい話ですね。心を乱す。強くある。
見た目と違うなるほどね。はいっていう漫画でした。いやある、確かにずっと令和ってすごくない？なんかそうずっと令 SF じゃな和い？ SF だね、うんこれみんなのコメントによって完成した設ね定が、ありがとう。はい。じゃあ僕の方ね、僕の方もなんかねお願いします普通のことをやってしまったな。常識でしょ？いや普通放課後マック行こうぜのノリで侵略はしないでも今期間限定の惑星が出てるんだ、5秒で済むから受けたまわりぴょっキュッキュッキュッ10秒後には侵略成功パーティーだね、ケラケラ。こんなのに地球が宇宙人なんだ。はいしかもなんか彼らすごいカジュアルにうんうん星々を侵略して回っている宇宙人たち、かわいい。もう地球は征服された後で、この男の子と女の子が出会ったシーンがこの前とかにあるんでしょうね、いいめっちゃいい。しかもなんかこのソシャゲぐらいの軽さでさ、遊びに来てる感じそうがそう怖いですね。すごい軽いノリで侵略しているかわいい。ありがとう。ありクソ迷惑なやつらクソ迷惑。はい、交換お絵描きの時とノリが似てる。何の時だ？確かに。さやの描く少年に対して僕がセリフを入れるとこんな感じになるんじゃない？確かに前回もそうじゃなかった、結構生意気感強くなるよね。そうそうそういいですね。楽しいこの企画。これ楽しいな。楽しいな。だからもう地球は滅びてますみんな。ね滅びました。あ、でこれで令和6ここで年ぐらい。これ令和6年、はい地球が滅ぼされました。なんやかんやありましたってことか。つながったわ。つなげた。つなげたわ。どちらかというとつながんなくていいんだけど別に。つなげた。確かに侵略されたから一生令和なのかもしれん。ね、なるほどね。楽しい。毎回適当につなげちゃいますけど、はい、つながりました。とても楽しかった。はい。まあこの間実はあんまりインクが減っていないという事実はある。衝撃の事実。あでもね、私万年筆の中に入ってるインクもうないですよほぼ。本当？これないと言っていいよね。見える？これもう下なんか液体ではないんだよね今これ。さや結構ある気がする。本当だ、さやめっちゃある。僕の方があるか。いっぱい線書いてあるからか。確かにインクのツボにビュッてやればいいのか。頭いい。ここにギュッてやったらいいんだ。あ、ないです。出てこない。じゃあこれも返してすに。返すか。うんそれか僕それで書いてもいいけど。それがいいかも。じゃあとどんくらい？いやマジで間もなくかもしれないこれ。いやもう本当に間もなくだな。待って万年筆楽しい。ちょっともうちょっと慣れて遊びたいな。待ってこれもしかして次企画じゃなくてもうこれ終わりに向けてラストスパートじゃない？さあじゃあちょっとラストスパートいきますか。でも恐ろしいことにはい下書きからです。じゃあ私次もう入れ始めます普通に。そうかゲイさん偉いね。ちゃんと2枚用意してたんだね。万年筆の後にこれだとさ急になんか別のものな感じしてびっくり何がいいかな。なんか適当なワードをドドドドってください。この子にモリモリにします。いいですね。いいです。ありがとうございます。何にしましょう。エリンギとかいいね。ドーナツ。うわーすごい。すごいすごい。うわーありがとうございます。ありがとうございます。じゃあせっかくだから魔法使いの帽子の上にそれ全部載せるわ。使い帽子なんだと思う。でもよくないなんかさ配信の最後にさみんながさ確かに書いてくれたさものをさ書くっていいね、なんかずるくない？さやだけ一体感を感じてていいでしょう。さあもうラストスパート。さやさんそうですはみんなにコメントから集めたものを、はいはい、なんかいい頭に乗せようと。いいエンディングって感じしますよなんねか。抜け書きしやがってな僕が普通に用意してきた線画をなんかやろうとしてんのに。そうみんながここにいるみんなでこの絵を完成させようねみたいな。一人でな抜け書きして一体感一人だけ感じようとしていやでもね、これねこうバーってこう皆さんねいっぱい書いてくださってね、はいはいすごい頑張って遡ったりとかしてねやってましたね。いやそういやでもこれねほらうんちょっといくらちょっとカエルの卵みたいあいくらかこれそうだよいくらのでもカエルの卵でもいいんじゃない？カエルの卵あでもパラちゃんだ。そうだよパラちゃんだよパラちかわいいゃんパラちゃんもいるもん。でもさやさんやっぱりまたさ、うんまあでも今回はペン入れの順番はまあでもまあ顔からギリギリね描いてるけどねやっぱり顔から描いちゃってるけどね、顔から描くのすごくない？逆に飽きちゃわない？いや違うんだよもう顔が描きていくてもうしょうがねえんだよ俺は。そういうことなんだ。そうもう下書きっていうかもうなんなら下書き下までさ、なんか全体的終わらなくても顔から描きたいもん。さあゲンさんも今回は顔から描いてるんだけど、なんかすごいさやに邪魔されてない？なんか邪魔されてないすごい邪魔されてなかった今かわいそうに。ゲンさんがちゃんと用意してきてます、はい下書きまあ下書きというかなんか下書きっていうレベルじゃないよねやっぱりな。ふわっと予定書、はいなんか謎の女神様みたいの書きたいなと思って書いてるところでございます。でもこの時もうすでにさ、結構インクなくてさそうだねちょっともうね、インクちょんちょんするのがだいぶきつくなってるタイミングではありますね今ね、現在。そういや長き戦いだったよ、いやかわいい。そう今回ね顔の目のところだけ丸ペンでやりましたね。
てか後にも先にも、今回のチャレンジで丸ペン使ったのこの子の顔だけだわ。私何ペンでしたっけ？私 G ペン？丸ペン？さやは丸ペンじゃなくて G ペンじゃないずっと。だっけ？そうで僕はなんか、カブラにしたり、まあ G ペン使い古した G ペンだったりを行ったり来たりしてるんですけど、ご愛用の。そう僕のねもうねペン先もうガッバンガッバンになったもうひでえ G ペンずっと使ってんだよね。マジで太いから。今回も共に戦ってくれたね。本当に何年も戦ってくれて、さあ完成に向けて。現れた。突然現れるの。危ないね、びっくりした。最後の最後でやるかと思った。最後の最後で失敗するかも。怖っ。怖っ。やめてよもう。よし、さやさんはもうベタという国に旅立ちます。今まで本当にありがとう。そして思い知るのであった。まだここからが本当の勝負だということを今まださやは知らない。やめて。新しいのもう一枚書かなきゃいけないみたいな。全然さこんなに早く終わっちゃうなんて言ってるけど、これ2日目だからね、これみんな。これ忘れないで。夢そう16時間目ですからねこれ。夏目さんちが苦しくなさそうだから悪いのか。うるさ。同時に苦しがるのやめろ。苦しさってアピールしないといけないの嫌じゃない？苦しそうに書いてるの。夏目さんちが楽しそうにお絵かきしてるのがいいって言ってくださってる方がいるからね、その心を忘れたくない。苦しい、お絵かき苦しいって嫌でしょ絶対。嫌すぎるでしょそれ。皆さんありがとう。無事にこの絵が完成しましたが、今回なくなりませんでした。まさかの展開。この絵で行くかと思ったけど、ね、やっぱそんなうまいこといかんね、人生。やみめさんちありですか？ありかどうかというか、やみめさんちが見たいという方は B を、やみ先生より普通の絵が見たいという方は EX33050-672 むずいな。神経の方が見たい人の難易度を高くしすぎてしまってごめん。問題は闇目さんちで終わんなかったらもう神経書くしかねえってことなんだよ。それだ。じゃあやみめさんち行こう。くそー、みんなからリクエストをもらったこの絵で終わりにするっていう。ね、一番綺麗だったのにね。すごい綺麗な感じしようと思ってたのに。じゃあ行きましょう。ゲンさんホワイトしてる許せないよね、もう。だってさ、でも絵として完成させない方がさ、意味わかんないね。これこの間のあの子の親戚。世界一オレンジのオレンジで描いてた時のあの子の親戚。血族いるんだ、親族。そう、親族いる。そう、さやさんが左から描いてるね。そう、気づいたの。感動だね。学んでるよ。さやさんも成長するってこと。ほら、見て、今回の俺たちの冒険のパートナーたちだよ。刺すの。いやでもまあだいぶよ。もうこれ終わるよ。あるよ。見えてるとか言って僕水で薄めてんだけど今ここで。許せない。これを見たら今回の配信のすべてがわかるということです。なんもわかんねえな。マジでないよ。本当にない。もう塗っちゃうよ。塗っちゃっていい？ドライヤーし。なんで？でも塗っちゃうからね、ゲンさん。ドライヤー。いいよ塗り始めて。いきます。結局最後は闇目さんちか。やっぱり闇目さんちか。もうほら。でもみんなも見えてんじゃない？ほら見て、そこが見えてる。やったー。確かに闇を描いて光が見える。そういうことだ。うわ、瓶が綺麗。こんな感じ。わー。もうないと言って。ほら、ひっくり返してやれよ。みんなに見せてやんなよ。じゃあ3度拒否っちが無事でいられるかどうかだよ、これで。ひっくり返して。はい。いきます。せーの。ドン。おお。3度拒否っちは無事。無事だー。終わったー。終わった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。空っぽ。空っぽ。ということで、ほら横からも見える。そう。ほら、まあじゃあ汚れはちょっとこれはもう洗わないと取れないので、これはご容赦いただいて。ということで耐久配信、こちらのウィンザーニュートンのインクの使い切り耐久でしたが、はい。記録が8時間と昨日が9時間半。9時間半。もろもろ込みでまあ約17、8。17時間じゃまあない17時間ぐらいかな。そうだね。まあちょっと飯食ってる時間もあったと思うんで。そう手をつけてない時間もあったのを含めると17時間かな。でした。でもしこれを2人でだからね、1便ずつやってたら35時間。
35時間配信だったんだこれ。やばい、危なかった。危ねえ危ねあの時の35時間配信が今また再びみたいな、楽しかったと、とても楽しかったですね。え。ね、やっぱりこの企画でも埋められてしまったか。いやー、ゆめさんちがでもさ、毎回なんだかんだ言ってさ、企画でさ、夏目さんち書いてたよね。皆さん、ゆめまさんちの存在を許してくれてありがとう確かにございます。ありがとうございまね、す。というわけで、カスタードチャレンジ、でででバン、最後に大判焼きガチャ。 5個。カスタード5個の中から引ける、もう2個あるんですそう、5個分の2です。 5個分の2引けたら5個分の5個2分で頭悪い。バカっぽい。いはい。ただきます。最後レッツカスタードいきましょう。いただきます。いただきます。オープン。あんこだ。カスタードでうわーす。やったー。ー、美味しい。